皆さんこんにちは。作品を読んでいて、悪い部分は、なんでこうなるの？こういう部分が悪い、こうしたら良いんじゃない？といった感じで、いろいろとおしゃべりすることができるのですが、良い作品だと、ここが良いですよね。で終わってしまうのが悩ましいメイドのリコです。尺がね、短くなっちゃうんですよね。もっとキレのいいコメントができるようになればいいんですけれど、なかなか思いつかないんですよね。動画としては、ある程度の長さが必要なんじゃないのかなーなんて思っているんです。短くっても気にしないですか？皆さんは。頑張って頭悩ませながら長い時間かけて一つの動画を作るより、どんどんと出していった方がいいですかね。精神衛生上、良い作品を多めに読んでいって、レビュー動画を作りたい。でも再生時間が短くなっちゃう。という致しかゆしという感じです。そして今回は、私としては結構良いと思った作品なんです。原作者様からレビューをお願いされたウェブ小説作品になります。タイトルはこちらです。少女奮戦記、アインソフオールです。作者は、ポンポコポン様です。こちらは、小説家になろうで連載されている作品になります。作者様のツイッターと作品は概要欄に載せておきます。この作品の魅力を作者様に聞いたところ、主人公の一生懸命なところです。少しポンコツっぽい子が頑張るところを見てほしいです。とのことです。これを踏まえながら、ぜひ原作をご覧になってみてください。私の感想は、あらすじを言った後にしましょうか。でも最初に言ったように、結構良い作品であったのは確かです。最近、良い作品のハードルが低くない、みたいな感じのお言葉をもらうので、皆さんがどう思うのか気になるところです。ではこれよりネタバレを含みますので、嫌な方はブラウザバックしてくださいね。いいですか？始めますよ。では、少女奮戦記のあらすじはこちらです。巨大な竜や幻獣といった巨大で凶暴な生物たちが超量ばっこするこの世界。魔法という概念を発見した人類は、それを武器に凶暴な生物たちに絶滅されずに済んでいました。そんな世界でまだ幼い主人公、マヤ、ミズキの住む村にある日、巨竜が現れました。すぐに駆けつけたギルドの討伐隊により撃退され、その帰還した勇士に憧れを持ち、自分もギルドに所属し、人々を守る存在になりたい。と思い立ち、村にいた魔法使いの老人に指示を仰ぐこと10年。ギルドに入るための足がかりとして、特務魔導理員という優秀な役職の国の役人になりました。そこから、早速寒村へ出向させられ、事件に巻き込まれていく。という感じです。私が一番に思ったことは、モンハンかなでした。魔法技術の武器を持って、竜と戦う人々たちという構図がそんなイメージを沸かせましたね。今はモンハンライズが大人気ですし、私はスイッチ持っていないので遊べないですけれど、物語としては結構楽しくって、突っかかるようなこともほぼほぼなくって、サクサク読み進んでいけました。ページごとの文字数が少なかったのも読みやすかった要因かしら？次へ次へと読み進めていけてよかったのかも。竜自体も実在した恐竜のモチーフっぽい描写だったので、なんとなくどんな姿か想像できましたし、でも、もう少し竜とか魔導騎兵がどんな姿なのかというのは知りたかったかなとは思いましたが、そこまで気になるほどでもないかなという感じです。人とのやりとりだったり、戦闘描写だったりは分かりやすかったですし、マヤがかっこよかったです。王女とのやりとりも大変感動できてよかったですし、主人公の苦悩をしっかりと描写している部分がいいですね。感動できました。そこらあたりの会話部分で、ほかるという言葉を使っているのですが、ほかるって何でしょう？ホールという方言だと捉えたんですが、いきなりここだけ方言使うの？って疑問に思いました。標準語で喋っていたんですから、ずっと標準語で喋っていてほしいですね。プロローグに書かれていましたが、自分好みの少女が自分好みに暴れてほしいがために、
世界や舞台装置を用意していると言っているので、世界観や人物たちには矛盾点がなく、気にせず読み進めていけるのではないかと思います。ただ、原作者様が言う、少しポンコツっぽい子、感があまり感じられなかったですね。かなり優秀でしっかりしている新人の子が、膨大な仕事と敵に襲われてる、という印象でした。どこにポンコツ要素あったのかしら。作者の見てほしいポイントというのは、作品中には載っていなかったので、この動画をご覧になっている方しかわからない情報だと思うので、他の方々は気にせずに読んでいけますね。幼少期から努力をしてきた結果ではありますが、かなり強く優秀な能力を持つマヤがトントン拍子に出世していく様子は、ナロー系の波動を感じますね。主人公の強さを示すためにどこからともなく理由なく現れたドラゴンを一瞬で倒して、強いでしょアピールとか位の高い地位を与える。みたいな無理やりな展開ではないのがいい感じですね。私的にはすごく満足のいく作品でした。今後は、マヤに魔法を教えてくれた魔法使いと、マヤの魔導騎兵の核に使われている魔道具との関係性が気になりますね。皆さんもぜひご覧になってみてください。今回のレビューはいかがだったでしょうか？このような感じで、私が思ったことをありのままにレビューしていきます。このような私にレビューしてほしい作品がありましたら、コメント欄か Twitter でご連絡ください。気に入っていただけましたらコメント、高評価、チャンネル登録をよろしくお願いします。また次回、レビューしたい作品がありましたら、お会いいたしましょう。